私は長崎で空手を始めました。8歳から始めました。これは、父の勧めで空手を始めました。その時私は体が弱くて、このままだと多分学校でいじめられたりするだろうということで、お父さんが、私を極真空手の道場に、入門させました。最初は見て、道着がかっこいいなと思って、入門しました。オス。私は18歳の時に東京に上京して城南支部に入門しました。最初はすごく、緑代表が優勝した、すごい支部だと思って夢を持って、東京に行きましたけども、実際行ってみたらもうとにかく競争が激しくて、ものすごくきつい道場でした。たくさんのいじめもありましたし、緑代表が優勝した次の年に、東京に上京したということもあって、たくさんの空手家がいろんな地方から、東京に集まってきてて、そこでのもう競争がものすごくて、でもその競争があったからこそ今の自分があると思います。一番影響を受けたのは川原直樹先生です。先輩です。オス。世界大会が2つになって、山木先輩と和美先輩は、松井派の世界大会に出ました。自分と川原先輩は、今の新極真の方ですね、こっちの方の世界大会に出て両方優勝することができれば、城南が両方優勝すれば極真会館は2つに割れないというふうに信じて、世界大会にエントリーして優勝しましたが、やはり、極真会館は分裂しました。なぜこちら側に来たかというと、一つは自分が世界チャンピオンになった組織、自分が世界チャンピオンになった組織への恩返しをしようと思ったことがまず一つと、その時に緑代表、その時は緑先輩と呼んでましたから、今の緑代表が、長崎に来ていただいて、一緒にこれからやっていこうという話をしていただきました。そして僕は緑代表に、よし、自分の命を全てこの人に捧げよう、この人についていこうというふうに決めて、今のこの組織にいます。オス。初めて全日本大会に出た時に、ウエイト制の全日本大会に出ました。その時は、ベスト4でした。自分みたいな人間が準決勝まで来ていいのかなと、もうここら辺でいいかなと思って諦めました。次に無差別の世界大会に出た時は、山木先輩と戦いました。その時も、山木先輩が優勝した方がいいと思って、山木先輩に試合を譲りました。2回諦めたんです。その時、世界大会に出る前に、今まで自分は、その時20歳21だったんですけど、生まれてきてこの方命を懸けたことがないということに気づきました。次の世界大会は必ず命を懸けて死ぬ覚悟で戦おうと覚悟しました。
その覚悟があったから優勝できたと思います。オス。私は、8歳から空手を始めたと同時に、サッカーも習っていました。その時のサッカーの監督の先生がよく言っていた言葉が、どんな強いチームとやっても必ずチャンスは2回来ると。その言葉が、自分の中にはいつも、教科書のようにあって、どんなにボロボロでギリギリの状態でもチャンスは必ず2回回ってくると信じて世界大会を戦いました。1回目のチャンスは逃してしまって、この決勝戦ですけど、2回目のチャンス、彼のボディが効いたっていう時にはもうこのチャンスを逃したら二度とやってこないと思って、そこで仕掛けたのがすごく良かったと思います。ある時から諦めるのをやめた自分がいました。心の問題だと思います。限界はあるかもしれないけども、諦めないと決めてしまえば、覚悟をしてしまえばそれはできると思います。オス。